はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ、トヨです。本日もこちらのエアロプレスについてお話ししていきたいと思います。前回もエアロプレスをご紹介させてもらったんですけども、前回は開封動画、初めて使ってみたという動画を上げさせてもらいました。で、それから何度か使わせてもらって、入れ方について本日はお話ししていけたらなと思います。僕なりの現段階での最適解をお伝えしていきたいと思います。そのレシピと、その理由についてを細かく説明していきたいと思います。まずはエアロプレスのおさらい。これはどんな器具かっていうのを簡単に説明していきたいと思うんですけども、この一つの器具でエスプレッソに近い味からアメリカンまで入れることのできるとても優れもののコーヒー器具でございます。で、コーヒーの粉を入れて、お湯を入れて、ちょっと軽く混ぜて、押し込んで抽出するというやり方ですね。アメリカで作られている器具になります。はい。とてもね、優秀な器具で、コーヒーの味もとても良い味が出てると思います。で、前回はその取説を読んで、取説通りに作ってみたんですけども、もちろんそれでも美味しいんですけども、もっと美味しくできるんじゃないかと思い、いろいろ試行錯誤をして、その結果を皆さんにお伝えできたらなと思いますので、今日もどうぞよろしくお願いします。それではね、結論から先に言わせてもらうんですけども、3つのポイントを本日ご紹介します。まず1つ目としては、最後まで押さない。ギューッと押していくんですけども、最後まで押さない。で、2つ目のポイントが、お湯を2回に分けて入れる。3つ目が、濃いめに抽出して後からお湯を入れる。この3つが大きなポイントとなります。それぞれね、理由があるので、細かく説明していきたいんですけども、まず1つ目、最後まで押さない。先ほども説明したんですけども、抽出方法としては、押して、コーヒーを下に落とすというやり方です。で、この最後まで押さないというのは、味に影響があると思っているからです。コーヒーの成分について、先に出やすい成分と出にくい成分があります。言ったら水に溶けにくい成分と溶けやすい成分ですね。で、溶けやすい成分は先に出てきます。で、一般的に言われているのが酸味、甘み、で苦味、で雑味とえぐみというか、という形でこういうふうに順番に出てくるというふうに一般的には言われています。なので、抽出が早いと酸味が際立つような入れ方になりますし、ゆっくり入れると苦味が強調されるようなコーヒーになります。で、エアロプレスを最後まで押すと、粉が圧縮されて、ちょっと絞り出すような感じになってるんじゃないかということで、最後まで押さずに後半の成分は少しこちらのその筒の方に残しておいて、外してあげると、より後半のその苦味であったりとか雑味であったりとか、そういったものがコーヒーに入りにくいんじゃないかというふうに思っております。なので、あえて後半の分は落とさないというやり方が一つ目のポイントですね。で、どこで止めるかなんですけども、コーヒーが新鮮であると、そのコーヒーの泡があると思うんですね。ガスが抜けて泡があると思うんですけども、それが泡が下に行かないラインで止めるのを基準にすると分かりやすいんじゃないかなと思います。泡を下にやりたくないというわけではないんですけども、見た目で分かる判断基準がその泡かなと思ってます。基本的に泡の正体というのは、コーヒー豆の中に入っている二酸化炭素なので、二酸化炭素は無味無臭なんで、味には影響がないかもしれませんけども、泡のところで止めることによって、後半の味をストップさせるというようなイメージです。はい。以上がね、一つ目のポイントになります。最後まで押さない。で、次のポイント、二つ目のポイントなんですけども、お湯を一気に入れずに2回に分けて入れる。その理由としては、味のムラをなくすためにそれをやります。味のムラはなぜ出るかというと、コーヒーの粉の中でよく出る箇所というか、コーヒーの粉とよく出せてないコーヒーの箇所があったら、味のムラがどうしても出てきちゃうんですね。そうなると、こっちは酸味だけ出てくるとか、こっちはしっかり出るんで苦味もしっかり出てくるとか、いうふうな差ができてしまうと、
味のムラっていうのができてしまいます。で、それを防ぐためにはどうしたらいいかというと、その蒸らしの工程があると、それを防ぐことができます。なので、1回目が蒸らしの工程だというふうに想定して2回に分けて入れることで、より安定した味になるんじゃないかなと考えております。蒸らしはコーヒーの味を決めるにあたって一番重要な工程だという人もいるくらい影響が大きい工程ですね。蒸らしをすることで全体的にコーヒーの粉を濡らして、スタートラインを揃えるような感じですね。用意ドンで抽出が始まります。で、先に濡れたところが抽出がスタートして走っていきます。で、後から濡れたところが、後からスタートするのであれば、どうしても、味の同じ時間抽出するのであれば、先に抽出を走り出した方が、より遠くまでいけるので、それを防ぐために蒸らし工程を入れて、まずは落ち着かせてスタートラインを揃えるというようなイメージで考えています。で、今回の蒸らしに関しては、100g のお湯を入れて30秒待つというふうな工程にしてます。で、実際にどこのまでのラインかっていうのは後ほど実演した時にお伝えします。で、蒸らし工程でお湯を入れた時にかき混ぜたりとかもします。そうすることによってより均一にお湯と接触できると思いますので、混ぜるのはこの公式でも書かれている、公式のその取説でも書かれていますし、混ぜる道具っていうのも付属されているので、混ぜます。はい。以上は2つ目のポイントとなります。で、3つ目のポイントなんですけども、濃いめに抽出してお湯で薄めるやり方。これは味に直接影響するんですけど、それはなぜそれをするかというと、人によって好みの濃さっていうのが違います。濃いめが好きな人もいれば、薄めが好きな人もいる。ので、一つのやり方で全ての人を満足させるっていうのは難しいと思っているので、最後のそのお湯を足す量の調整で自分の好みの味が見つけやすいようになるかなと思ったので、濃いめに抽出して薄めるというやり方が一番最適解なんじゃないかなと思ってます。で、コーヒー豆によっても程よい濃さっていうのが変わってくると思うので、豆によってもある程度の調整ができるように、後からお湯を入れることによって調整できる方がよりこの豆に合った自分に合ったコーヒーの濃さが作り出せるんじゃないかなと思っています。たとえ同じ豆だったとしても焙煎度合いによっても抽出する濃さっていうのは変わってくると思うので、そこもいろいろ調整しやすいのが後からお湯で調整するという調整幅があるということですね。エアロプレスのその使用の話になるんですけども、比較的抽出がされやすい、より多くの成分が出やすい仕様になっています。それはなぜかというと、まずはコーヒーの粉が一般のハンドドリップよりも細かい状態になっています。なので、成分が出やすい状態のコーヒーの粉です。それプラスかき混ぜます。かき混ぜることによってより多く抽出するようになりますし、それプラス圧力押した時にやっぱりどうしても圧力があるので、圧力がかかることによってよりコーヒーの粉に浸透してその多くの成分を出すというふうなことになるので、成分が出やすい器具なんですね。で、成分が出やすいからといって多くのお湯を入れて押そうとすると抽出するのにどうしても時間がかかってしまうので、時間をかけるとただでさえ成分が抽出しやすい、出やすいのにもかかわらず時間をかけてしまうことによってより多くの成分が出てしまう。さっきも説明したんですけども、後の方の味が出てきやすくなるので、そうではなくてこの豆の量にしてはちょっと少なめにして素早くというわけじゃないですけども、最適な抽出時間で抽出するとよりちょうどいい濃さになるんじゃないかなと思ってます。もちろん後でお湯入れるんですけども、お湯を入れることによってちょうどいい濃さになるんじゃないかなと思ってます。なのでエアロプレスで抽出したコーヒーをそのまま飲むというよりかは、多少調整をして飲むことによって味の粗さっていうんですかね、それをなくした入れ方ができるんじゃないかなと思っておりますので。で、そのお湯を入れることによって少し濃いめに出しているので、よりハンドドリップの味に近い状態に持っていくことができると思ってます。で、ちなみに今回のレシピの完成量に関しては、僕が普段入れている量、280から300ぐらいですね。僕がいつも入れているだいたい280から300ぐらいの量でのレシピとなります。
はい、それではね、レシピについてなんですけども、まず、豆は 18g 使います。で、前回私は 15g だったんですけども、18g 使います。で、中細引き、これは、僕のグラインダーだったら、3の1で、引いてます。そして、初めに 100g のお湯を入れて、攪拌して30秒待ちます。30秒待ってから、次にもう 100g 入れて、ブランチャーを装着していきます。で、1分経ったら押し出します。押し出しを始めます。その時ゆっくり押し出してください。30秒かけてぐらいかな。1分半ぐらいで、押し切るような形で、泡の位置を見ながら、泡の位置がこの、なんていうんですかね。ちょうどここの L 字になっているところの下に行く手前で止めて、と別の、サーバーが何でもいいですけども、外しておいて、で、ここで初めて作る場合は、ちょっとこう、味見してもいいと思います。で、その中に、80g のお湯を入れて、軽く回してもらって飲むと、ちょうどいい濃さのコーヒーができると思っております。もちろん、そのコーヒー豆の違いであったりとか、好みによって好きな濃さっていうのは違うと思うので、あくまでも僕の最適解が今のところこれですっていうことですね。なので、一度試してもらって、で、飲んでみてください。もし自分に合わなければ、その都度調整してもらうか、コメントをいただけたら、お答えしますので。ではね、実際に入れてみたいと思います。はい、それではね、入れていきたいと思うんですけども、まずは準備しましょうか。はい、それでは、今日は何の豆にしようかな。今日もスロードライいきましょう。18g ですね。はい。はい。普段はね、7.5 でハンドドリップをしているんですけども、それをね、3でいきたいと思います。では、入れて、でね、これをね、戻した方がいいです。はい。だいたい忘れます。次、ハンドドリップやるときに忘れちゃうんで。これだとちょっと見にくいので、あるかな？はい、これぐらいの感じです。そこそこ細かいですね。お湯の温度は、88に設定しました。はい。はい。フィルターをつけまして、そして、はい。加えていきます。18g です。ではね、まずは、入れていきます。まずは100まで入れますね。はい。100はね、で、100でかき混ぜますね。かき混ぜるとちょっとね、下に行っちゃうんだけど、だいたいこのラインですね。泡がこの辺にあるので、このライン、1と2の間の点。はい。30分過ぎました。で、入れます。200のところまで入れますね。忙しい。はい、200まで入れました。はい。そして、チャンパーをつけておきます。で、1分経ったので、ゆっくり押していきます。だいたい1分30秒から1分45秒ぐらいかけて落とす感じがいいです。はい。この辺かな。泡がこのちょうど下に行く手前のところで外します。ほい。そして、この中に再度80入れます。はい、85だけど、80入れます。これが完成です。ちょっと味見してみましょうかね。しっかりと味が出てる。出てる。やっぱりね、しっかりと味が、コクがあるけども、後に残らない感じが素晴らしいと思います。一旦これがね、全体的な流れですね。
はい、それではね、まとめに行きたいと思います。本日はエアロプレスで最適解の入れ方についてご紹介させてもらいました。その中でね、3つのポイントがあるのでおさらいをしていきましょう。まず1つ目としては、最後まで押さない。プランジャーを使って、押し出していくんですけども、最後まで押すと後半のもともと味が出にくい成分まで出してしまうので、味に影響をしてしまいます。なので、その手前でストップ、止めることによって、一般的には良くないと言われている成分、味が出にくくなるんじゃないかなと思ってます。で、2つ目なんですけども、お湯を2回に分けて入れます。で、1回目は蒸らしをすることによって、より安定した味ムラがない入れ方になると思います。先に走り出して抽出が始まってしまう粉と、そうでない粉を一旦ね、より同じようにスタートさせたいので、それを蒸らしの工程を入れることによって、ある程度揃えてあげてるなと、味ムラが少なくなるんじゃないかなと思います。で、3つ目なんですけども、少し濃いめに出して後で調整する。このやり方が調整幅があるので、人の好みによって調整することもできますし、豆によっても、これは濃いめの方が美味しい。これはちょっと薄めの方が美味しいっていう豆があると思うので、そういった調整もしやすいやり方だと思ってます。で、この3つを意識してやると、エアロプレスもとても美味しく入れれると思っておりますので。で、この入れ方、コーヒーの入れ方っていうのは正解は一つではないと思ってます。あなただけの正解がもちろんあると思いますし、今現段階での僕の最適解が、このやり方、この3つのポイントのやり方っていうふうに考えてますので、もしね、もっといいやり方があるのであればコメントしていただいたら、僕も参考にして、実践していきたいと思います。で、新しい器具を買うと、こういったね、試行錯誤、どうしたらもっと美味しくなるかなとか、どうしたら味が変わるかなっていうのも一つの楽しみだと思ってますので、ね、今後もね、いろんな入れ方があるので、このエアロプレスは、普通に入れ方と、逆さにして入れる入れ方とかもあるんで、今後もね、そういった面白いやり方もご紹介できたらなと思いますので、今後ともロイヤルブルーをよろしくお願いします。今日のところはね、ここで終わりますけども、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ロイヤルブルーコーヒーでは自家焙煎のコーヒー豆やドリップパックを販売しています。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。